世界で最も奇妙と言われる儀式。この地球には現在も古代から引き継がれてきた生活様式を行い暮らしている人々がいる。今回は人類発祥の地と言われるエチオピアに住むとある部族に密着してみました。はい、皆さん What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、南エチオピアケニアとの国境沿いにあるオモ渓谷の中でも超辺境の村に来ております。前回の動画でですね、エチオピアの歴史とアフリカで最も凶暴と呼ばれる部族をね、紹介してるんで、ぜひ先に見てほしいんですけど、今回はですね、ここエチオピアには世界で最も残酷で奇妙な成人式と結婚式があるとのことで、その実態を見ていきたいなと思います。はい、今回はですね、バッパー翔太で本を発売しましたっていうことで、もうすでに読んでいただいた方、コメントをねしてくれた方、本当にありがとうございます。本のタイトルはですね、Go with the Flow。 どうして19歳の時に世界へ旅することになったのか、旅をする前命を絶とうと考えてた自分、世界を旅して分かった新たな世界と幸せに生きるために大切なことなどなど、 YouTube ではね語りきれない裏側を書いているので、皆さんぜひ読んでみてくださいということで、 Back to the video。 エチオピア南西部オモ川下流域に住む先住民族の一つハマー族は、牧畜や農業で生計を立てる遊牧民。一番の特徴は独特なヘアスタイルと衣装。男女ともに単なるファッションとしてではなく、年齢や結婚歴、社会的地位などを表しているとのことみたいです。はい、ということでここはですね、ハマー族が住む家っていうことでお邪魔したいなと思います。うわ、すごいとこやな。うわ。So this is the cement is from the cow shit, from cow dungs. Yeah. So they have also roof. Here they have roofs. You can come and see. Yeah. There's roofs also for storage of their foods. And also when they need something privacy, the husband and the wife, they make the kids sleep on the roof. Oh wow, that's interesting. So for the privacy, they keep the privacy here. Yeah. So this is the place for the man. Yeah. Only for the man sleep here, Yeah. and mama sleep with the baby here. Oh, okay. She don't sleep together with the man. Only for chiki sleep together. After she come to stay with the kids here. いや、すごい家ですね。ムルシ行った時よりもですね、家がでかくて手凝ってるなっていう感じですよね。もういろんなとこ敷居もあったり、上に2階もあったり、これ全部手作りで作ってるとすごいな。この家僕めちゃめちゃ好きです。Hama tribe is little bit more richer than Mursi tribe or no? Yes, I. Like, no? Yes, I. The Hammer tribe is also more populated, and also they keep a lot of cattle. Oh, that's why like a house looks bigger, right? Yeah, the house more bigger, and also they work more products, more cattle, and they can like even get good money, good economy than the Mursi. Right. That's why, man. ハマー族の伝統には、少年が大人になり結婚する権利を得るために合格しなければならない成人の儀式が存在する。成人の儀式は並べられた牛の背中をウクリが落ちずに飛び渡りきる試練。試練を乗り越えた者はマザーと呼ばれるようになり、大人としてみなされ結婚する権利が与えられる。そして今日は成人儀式が実際に行われるハマー族にとって最も重要な日。彼がですね、今回牛跳びの儀式挑戦するっていうことで、30歳40歳になってもこの牛跳びの儀式を合格しなければ大人とみなされないみたいで、子供もままでですね、子供がもし10歳の子供がその牛跳びの儀式に合格したら10歳でも大人とみなされるみたいで、この牛跳びの儀式に受かるか受からないかによって大人になるならないのかっていうのが決められるみたいです。How old are you? Well, I am Miss. Okay, so are you going to try first time or second time? Kala. Price time. First time. Yeah. Are you neighbors? Pimba ki guru. Buletin tar. If you fail, your father is going to be angry. And the Kodak. Yes. Ako guru ba imbuleti sa payamu siyamu agati din talesa. そしてハマー族の伝統では、女性は儀式の一環として近年成人式に合格した男性マザーから白樺の棒で鞭打ちされる。
ハマー族の世界ではずば抜けた女性の方が強くたくましく、家事はもちろんのこと、重い荷物を運んだり家畜の世話をしたり、重労働、肉体労働はほぼ女性が全て行う。こうしたことから女性の体にあるムチ打ちからできた傷が多ければ多いほど女性の強さを表し、痛みに耐えれば耐えるほどよりマザーに対しての忠実心、愛があると言われ、ハマー族の女性たちにとっては名誉なことだそうです。いやほんますごい光景でさ、もうほんま私を叩いてください叩いてくださいっていうかね、こうジャンプしていってで叩かれた後はもう一切悲鳴上げずにどんどんもっともっと叩いてくださいみたいな。で彼女たちはですね、マザーの取り合いみたいな感じで、私を叩いてくれ、あなたは下がっとれみたいな感じで喧嘩してはるって感じですね。すごい世界です。皆さんこれがですね、しばかれる棒っていうことで、かなりですね、もう枝が切った後みたいな感じで結構チクチクしてる感じですね。でかなりしなりもいいんで多分めっちゃくちゃ痛いと思います。これでしばかれるんか、やっぱ。 They look very happy, eh? Yeah, very happy. They are very happy for the man, you know? Yeah, because that man are responsible. After she get a weapon, she have scare here, a lot of scare. Yeah. So that scare show she paid a lot of love for the tribe. So any boys, any man are responsible to protect her. He pay also his life to protect her. Because she paid to show her love. 儀式中は男女ともにお酒を飲みまくるみたいで、女性にとっては酔うことでムチ打ちの痛み止めになってるみたいです。ハマー族のお酒は主に3種類あるらしく、その一つはアルコール度数 5% のソルガムから作られたハマー族のビール。食事の代わりとしてよく使用され、あらゆる年齢の人が飲んでいるみたいです。ちょっと皆さんちょっといただきたいなと思います。そんなに悪くないですね。僕の舌がおかしいんか。めちゃめちゃ温かいですね。いろんな世界で各地で飲んだローカルのなんかめちゃめちゃアルコール度が少ないやつの味にめっちゃ似てますね。ぬくいっていうのが奇妙ですけど、でなんか粉みたいなのが入ってるって感じです。何なのか一回わからんですけど。Thank you。そしてもう一つのお酒はトウモロコシ、ニンニク、ポップから作られたアレケという強いアルコール度数40から 50% の蒸留酒。So this is a stronger alcohol, you say? Yeah? Okay, 皆さんこれがめちゃくちゃVery strong. How much percent of the alcohol this one? More than 30. More than 30? そう皆さんめちゃくちゃ強いです。いや皆さんほんま女性の方々もかなり酔っててめちゃくちゃ酒臭いです。Is that painful when you get hit? Tomorrow it's going to be hangover and then pain, right? Yeah. So it's gonna be so hard times, alright? Yeah, man. Even you might have to go to the hospital. Yeah. Why is he do? Isa ishima gare kira in idar kem unsa kanna keda kira kanna dai iya elai keisa keda garais ai iya em ko bakire enna bulai era iya na tiyar mada sandana mayam baka gatanano abba masontada で彼らがですね歌ってこう踊ってこうねラッパ鳴らしてなんかもうなんか心がですね揺さぶられるというかもう響く感じなんですよね。なんか魂が震うというかとんでもない感覚なんですよね。ハマー族の社会では一夫多妻制が一般的で、男性は4人から5人の妻を持つことがよくあるみたいで、逆に女性は複数の男性と結婚することはできないとのことみたいです。そして女性の首にかけてある首輪、この首輪で女性の結婚歴などがわかるみたいです。
The Hammer tribes, when they are married, only they do this hairstyle with the clay. So when they are married, when she become the first wife for the man, she do this kind of necklace. The necklace made from the dik skin. The dik skins, they are these antelopes. When the female die, the man will not marry. When the man die, the female will not marry. So from that animal, the skin mixed with the iron together. So they cannot take it out Yeah, forever. 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 She sleep with it. But when only her husband die, when he dies, she take it out. So that means she's the first wife. If she have not this one, only this and this, she's the second or third wife. Right, interesting. Yeah. ムル氏族もそうなんですけど、基本的にですね、ハマー族も男性と女性の仕事が分かれてるっていうことで、基本的にですね、男性は村、部族、家族を守るための戦士、そしてね、牧畜業、その他はですね、村の外交の仕事、で、女性はですね、家の仕事、水汲み、農業、観光業、ざっくりですけど分かれてる。男性もいつ死ぬか分からない戦場、そして女性もですね、機械なしで自分でね、穀物グラインドしたり、でかいバケツにね、水汲んで村まで運んだり、重たいね、薪を担いでいかなあかん。そういったことからですね、一人目の奥さんが二人目の奥さんを見つけてきて、旦那さんに結婚させて女性の仕事を分散させるみたいです。超興味深くないですか？ So how hard to live in the as a female? It's difficult to live in here or no? They start to understand our, their work, so they very help her. The husband Help her. But before, her mother, father, she know, they are very strict, They make them suffer a lot. Oh, okay. So new generation start changing. Start changing. Oh, wow. Yeah. プラスですね、離婚することも 100% ないみたいでですね、もし女性側が男性側に不満があったとしたら、村全体で会議開いてそれを解決するっていうことなんで、離婚も 100% ないっていうことみたいです。なんなんもうほんまこの世界。さて、日没が近づいてきたっていうことで、儀式の前にウクリをお清めとしてボコと呼ばれる木のお守りが与えられ、いよいよ成人式の本番です。今見た感じですね、13匹おるって感じなんで、13匹の牛の背中をジャンプしていかなあかんって感じです。やばいぞ。伝統によれば、牛飛びを試みる前にウクリは裸になり、歓声が響き渡る中、落ちずに牛の上を4、5往復し、敏捷性、勇気、力強さを家族や村民に示す。 How many times you have to go? You have to go like depend on the father. He decide the one he saw. The father decide. Yeah, so depend on that. Like sometimes we go like 7, like 1, 2, 3, 4, 5. Sometimes 7. Like depend on how he's good also. Sometimes he play. Right. After he's very good, he play. Okay. He play on it many times. So what happens if he fail? If he fail first time, no problem. Second time, it's a bit no problem. But if he fall more, they will do it again, like after some years. なかなか難しそうですよ、見てたら。結構ね、聞いた話によると、牛の背中もめちゃめちゃ滑るみたいなんで、牛も動き回るしということで。牛飛びの儀式に成功したウクリは村民に祝福され、その後エヴァンガティと呼ばれる満月の下で他の村の若い男女が集まるお見合いパーティーが行われる。 They are unmarried one only, okay? Huh? Unmarried. Unmarried only. Okay. Yeah, so look, they choose. Look, Oh, wow. choose each other. At this time, if you like each other, you show a sign. You come and you show the sign with her like, I like you. So after you like, you speak more. After you can ask the family. Yeah, we like each other, so we want to marry her, I want to marry her. And we give the cattle, man. Yes, sir. ローカルワインを僕ら持参してきとって、パーティーの中に持ってきたらどうなるかみたいな。めっちゃいいね。ローカルワイン。That's so awesome.
めちゃめちゃ異世界ですね。やばいな。やばいな。なんか感覚がもう全然違うというか、もうすっごいナチュラルなんですよね。めちゃくちゃナチュラル。あんだけナチュラルにやれるっていうことは、普段どんだけナチュラルに生きとんやろなみたいな。これが皆さん同じ世界です。いや、今回の最後のジャンプが僕今回今まで行った中で一番好きかもしれんな。めちゃめちゃなんか頭じゃなくこういう感覚なんですよって教えてくれてるって感じなんですよね。ライフってこういう感覚なんですよみたいな。なんかすごいめちゃめちゃいい刺激ですね。はい、皆さんおはようございます。昨日はですね、一晩中宴会でですね、僕ここのテントで寝てたんでですね、ほんま彼らのですね、笑い声、話し声、ほんでね、夜の行為の声がですね、ほんま動物の鳴き声みたいな感じだった。とかね、もういろんな鳴き声がもう村中響き渡ってるっていう感じで、で、村の外の人たちはですね、動物の皮1枚だけ持ってきて、この村に来て、パーティーが終わった後、木の下とかその辺適当に野宿するっていうことみたいです。もうなんか次元が違うわ。でね、今日はですね、彼らにとってまだ特別な日っていうことで、昨日ね、牛飛びジャンプして成人式が行われた、そのね、続きがあるみたいです。ハマー族の一日のスタートは神へのお祈りとしてコーヒー豆の殻を焙煎して作られたコーヒーを飲む儀式で始まる。飲んだ感じですね。全然コーヒーなんか強くないです。やっぱコーヒーの殻の部分を使ってるんで、コーヒーのテイストはするんですけど、めちゃめちゃ薄いコーヒーかなっていう感じです。でもなんかめちゃめちゃ美味しいですね。ハマー族の人の朝ごはんなんですけど、子供たちはですね、直接ヤギの乳を吸うみたいです。このエチオピアの部族の人たちはですね、ヤギも牛もですね、もういちいち乳搾りせえへんと、もうそのまま直接吸いに行くということみたいです。初めて見ました。とんでもないじゃないですか。はい、今もですね、また朝から宴会中ということで、もうみんなベロンベロンに手をあります。How did he feel? He passed the, exam. Bias macam Tingkatnya Tagalog lo au salam nahi. It was easy or difficult? Kahudoshi bayar deh. After became the man, what do you wanna do? Ada usken des. So do you have anyone who want to get married or no? Or Yeah. he's looking for, or he has some girlfriend, like kind of like he's some girl to marry or no? Ya, gana no? テストに合格した男性は基本的に父親が最初の妻を選び、告白の機会が得られるそうです。そして2人自身と双方の家族が合意すれば、新郎側がハマー族の富である牛とヤギを花嫁財産として新婦側の家族に贈るのが伝統だそうです。How did she feel like your sons passed the exam? Fayyan. Fayatay. Mangke aynısın. Abinu likkar faydiri likkar fayday. Faydama are. Faydama zarsin ittan. Gadinin ittan. Igorul da faydama mazin kulya inte ittidi. Zarsinu kabat. 儀式を合格し、無事結婚が決まると次に歌と呼ばれる期間があり、新婦は結婚生活の準備として料理や家事などを3ヶ月から6ヶ月実家で両親と過ごし学ぶそうです。その歌の期間を終えるとやっと夫婦の共同生活が始まるとのことみたいです。で、結婚前のですね、性行為、あと子供を作ることはですね、この村ではもう大罪ということで、村のね、裁判にかけられて最悪の場合死に至ることもあるみたいです。死刑ね。で、娘さんのお父さんがですね、
うちの娘牛の贈呈なしでやってくれてんねんみたいな感じで、その男性がもうブチ切れて最悪その人を殺したりもする可能性もあるみたいです。考えられますか皆さん、僕らの普段生活してる世界と、このねエチオピアにある辺境の地である生活、どっちが正しいのかわからないですけど、何が正解なのかってほんまわからんなって考えさせられますよね。で聞いた話によると、結婚した女性はですね、夫が留守の時に他の男性とデートすることができるみたいでですね、でその夫がその男性を気に入れば、夫が留守の時に他の男性が家を守ってくれるっていうことみたいで、デートが許されてるみたいです。なんかほんま僕らの住んでる世界とはほんま違う惑星の世界を見てるような感じです。でもこれが地球の皆さん一部でございます。世界一奇妙な成人式を伝統として継承するハマー族の一部には未だに残酷と呼ばれる伝統が残っているらしく、結婚の前、つまり牛を与えたり儀式が行われる前にできた子供を悪魔、民儀と呼び、疫病や干ばつなどの災害を引き起こす可能性があると信じているみたいです。そのためそういった子供たちは捨てられることも少なくないらしく、親の目線的には悪魔にさらされるリスクよりも自分の子供を犠牲にし家族を守ることを優先するそうです。政府はこの行為を禁止しているみたいなんですけど、未だに民儀の伝統は残っているみたいです。So how they kill? They are just many times also they give a traditional also medicine. Medicine, okay. Yeah, traditional medicine, and inside they kill. Sometimes if the baby born also without finding that, they will throw the baby. Right. Yeah. That sounds really sad, Yeah. But for them it's a tradition. Yeah, but nowadays it's becoming more and less, more and less because of the governments and from the tribes getting more educated. People's trying to more and less decrease it. 今回ですね、ハマー族の若い人、お年寄りの人々にですね、もしモデムな生活ができるチャンスがあるのであればしてみたいって聞いてみたところですね、私たちはね、自分たちの生活でいいって言うんですよね。 What's the happiness for you? Yerul ni ul payasina kan gadinka yer galain ashkaya kumenkul payina. Nasa bulonul faida. 僕らからすると過酷だなと思うこと、そしてね、彼らにとって過酷と思うことたくさんあると思う。でも彼らはですね、それ以上に自分たちの部族、伝統に誇りを持ち、今ある生活の中で僕たちにとっては普通になり忘れかけそうな超シンプルなことに幸せを感じて生きてるような気がしますね。あなたにとって幸せとは何ですかっていうことで、皆さん、アフリカエチオピアからでございます。アディオス。